こんにちは、鷹の目工作室です。今回から19章のシリンダーコックに入ります。コック本体部分の旋盤加工はすでにエアテストの準備の段階で済ませてありますので、今回はその続きになります。穴を開ける方向を決めるため、シリンダーにしっかりねじ込みます。小さくて丸いものなので、ドリルチャックで掴んでいます。これにより、つかみ傷をつけることなく、しっかりと掴むことができます。4つのコックはそれぞれ方向が違うので、組み立て時に間違わないように、シリンダーとコック双方に刻印を打っておきます。一組のコックの穴の向きが平行になるように描くため、コックに塗った青竹を定規でいっぺんに削り落としました。作業中に線が簡単に消えては困るので、ハイトゲージで深く刻みつけました。シリンダーコック本体への穴開けですが、平岡さんの本にあるようなジグをこれから作っていきます。素材は炭素鋼の平角材です。この後、コックプラグの穴開けにも使いたいので、両側の切断端を直角に仕上げていきます。最初は留めネジ用の穴です。本の図とは材料の厚みの関係で方向が異なっています。続いてはコック本体を入れるための穴です。この穴をまっすぐ開けるためスコヤで直角を確認しています。ネジ穴、コック本体、コックプラグの通る穴は3方向からそれぞれ中心が一致する必要があります。フライス板の Y 軸を動かさずにコック本体の穴を開けることで2つの中心は一致します。材料の真ん中に穴が開くように X 軸方向を調整しておきましょう。この穴はすでに開けてあるネジ穴を横切りますので、細いドリルから始めて慎重に開けていきます。
再び方向を変えてコックプラグの通る穴を開けていきます。この穴はコック本体と中心が一致していることと合わせてジグの単面からの距離も重要です。コックプラグの通る穴には工夫が必要です。本の図ではコック本体の毛書き線を確認するのが困難そうです。そこでこの穴は大きくしてこの穴から毛書き線を確認するようにしました。そのためコック本体の通る穴は材料の縁ギリギリのところに開けてあります。さらにこの穴はリーマー仕上げが指示されているのでリーマーの逃げ込めるよう穴を深くしてあります。もう一つドレーン用の穴を開けておきましょう。この穴はコックを貫通しませんのでジグの上面だけで十分です。この穴 1.2 ミリと細いので慎重に開けていきます。この穴は穴開け位置の確認とともにドリルの先端が触れるのを抑える役目を期待できます。本にはありませんがもう一つジグを作りました。コック本体をねじ込んで使うハンドルです。コック本体より直径を大きめにして段差のところまで最初のジグに差し込むことで穴の高さが正確に決まります。このジグにより毛書き線を正しい方向に調整するにも加工後にコックをジグから引き抜くのにも便利です。いよいよコック本体の加工に移ります。コックプラグの通る穴はジグがドリルをガイドしませんし、コック本体は平面でないのでセンタードリルから始めていきます。リーマーを通して仕上げておきます。続いてはドレインの穴です。この穴の深さはコック本体の中心までで貫通をしてはいけません。コック本体の中心に開いている穴まで届けば良いのですが、ドリルが細くて手応えだけでは分かりません。そこでクイルの目盛りで深さを確認しながら穴を開けました。ドレインの穴が通じていることを確認していきます。次はコックプラグです。左端の小判型の部品から作っていきましょう。素材は洋白板です。バンドソーの切断端は滑らかではないので、フライスで両側を削って平行にしていきます。固定し直して穴を開けていきます。穴の位置は材料のおよそ中心です。
このような小さな部品では穴の位置のずれはとても目立ちます。そこで初めに穴を開けておいてから後から両側を削って対称にするつもりです。この材料からは2つの部品を作るので4つの穴を開けていきます。穴の両側を同じ幅で削る方法としては、穴にピンを通してご覧のように縦にして削ります。削り終えた姿です。ここまでは順調にいっています。この後、小判型に端を丸く削っていきますが、その前にメタル層でおよその大きさに切り揃えていきます。いきなりエンドミルで削るには穴の縁が細すぎて変形することが心配です。使用しているメタル層も 0.5 ミリとごく薄く、優しく切り進めています。無事切り離しが済みました。大きさも図面で示されているものに近づいています。丸めの作業ですが、いつものように開いている穴にピボットのネジを刺してオートバイスを仮の柄として削ります。荒削りは終わっているので、少しずつエンドミルを進めて切削面がきれいになるようにしています。続いてはコックの本体にはまっていく部分です。これは直径 2.5 ミリのステンレス棒に幅 0.5 ミリの溝が何本かある小さな部品です。最初は一度で加工するつもりでしたが、突き出しが長すぎて曲がってしまい失敗に終わりました。そこで先端の溝、中ほどの溝、根元の溝と3回に分けて削ることとしました。これによりチャックに近いところで削ることができたのは良かったのですが、3回のつかみ替えが必要になってしまいました。使用している ER32 のコレットには 2.5 ミリというものは存在せず、3.0 ミリのものを使うため、締め込むのには強い力が必要です。また外すときにも強い力が必要です。さらには溝ごとにつかみ替えるので、その度ごとにサドルの目盛りを合わせ直す必要がありました。この加工で厄介なのは、溝の幅が狭すぎて深さを直接測ることができないという点です。動画にはありませんが、
準備作業の段階で材料の端を試し削りしてクロススライドの目盛りを調整しました。作業中、溝の深さは目盛りが頼りです。いよいよ根元の溝です。この溝は先の2つの溝と異なり、幅が2ミリもあります。しかし使用している溝入れバイトの幅は 0.5 ミリしかありません。削る位置をずらしながら溝の幅を広げていきます。ここまでの作業、ワークが小さすぎて肉眼では確認しにくいので、ビデオモニターを見たり、ルーペで拡大しながら作業を進めました。溝の底を平らにするためにバイトを横に動かしています。そして突っ切ります。突っ切った部分にはへそが残るので削り落とします。旋盤作業のついでに腕の部品も作ります。
各部品を銀ロ付けしていきます。その前に平岡さんの本にあるホルダーを作っていきましょう。素材は厚さ 0.5mm のステンレス板です。このような薄い板は単独では切りにくいので、厚い板で挟んで厚い板ごと切るときれいにかつ安全に切ることができます。その分労力が必要になりますが、機械任せなので私は切るのを待っているだけです。切り出しが終わったらば、ワークを固定するための小さなくぼみを削りますが、ここでも固定が問題になります。マシンバイスに加えた支えの板にクランプを使って削る位置のできるだけ近くで押さえるようにしました。無事に削り終わることができました。銀ロ付けの時、バーナーの熱で高温になり強度が下がるのを補うため、くぼみの近くを折り曲げました。銀ロ付けを行っていきます。継ぎ手が小さいので練り銀ロを使います。接合部にフラックスを塗ることはできませんが、下側の軸を主に加熱することで銀ロが隙間に流れ込んでくれることを期待します。ここでコックプラグにドレインの穴を開けますが、そのためのジグを準備しておきます。材料はコック本体にコックプラグの穴を開けた時のジグの反対側を使っています。コック本体の時とは方向が異なりますが、考え方は同じです。はじめに開けているのは固定ネジのための穴です。ジグに対して3方向から穴開けが必要で、それぞれ直角で中心が一致している必要があります。このネジ穴はネジ部分の深さはさほど必要としませんが、タップが通るのには十分な深さの、穴を開けています。
方向を変えてコックプラグの通る穴を開けていきます。斜めの毛書き線は後でコックプラグの方向を決めるための線です。念のためリーマーを通していますが、すでにドリルが 2.5mm なので、本来このリーマーは必要ありません。アキューセンターを使ってドレインの通る穴の位置を決めていきます。コックプラグは E リングをはめた状態でジグに挿入します。腕のはまる穴の中心を毛書き線が通るように方向を調整してから固定ネジを示します。コック本体とドレインの穴が一致するかを確かめています。ここで白状すると、穴の位置がずれてしまうことは予測して、コックプラグの穴は少し大きめに開けてあります。それでも無事貫通することが確認できたときにはほっとしました。右側のシリンダー用のコックと左側用とでは、コックプラグの穴の方向が反対です。そこでジグを裏返して作業をします。改めてドレインの通る穴の位置を決め直していますが、目視でもわかるほどずれています。作業中に気づいてはいましたが、測り直しをせず作業を強行してしまいました。穴の方向は90度違いますが、作業的には同じです。気をつけなければいけないのは、右用のものと左用のものをはっきりと区別しておくことです。おそらく混じってしまうと、判別には苦労することになるでしょう。
続いては腕の銀ロ付けなんですが、恐れていた事態になりました。腕は穴に通っているだけなので、作業中のわずかな刺激で落下してしまいます。腕の落下事故がバーナーで炙っている最中でなくて幸いでした。対策として腕を穴に通した後で周りを軽くかしめました。もう一つの懸念は、腕の銀ロ付けをする先に行った銀ロの接合が取れてしまわないかということです。そこで炎をできるだけ細く絞り、腕部分のみを加熱するようにしました。それでも取れかけてる様子が見て取れます。危ないところでした。コックプラグは右用と左用、また腕の違いでそれぞれに前用と後ろ用があります。つまりコック本体とコックプラグは1対1でシリンダーのつく位置が決まってしまっているということです。図面だけ見ていてもそれがどこなのかは一向にわからないので、実際に機関車に取り付けてみましょう。まずはコック本体をシリンダーに取り付けていきます。シリンダーとコック本体の双方に刻印がしてあるので、それを手がかりにして組み立てていきます。コック本体は位置が決まりました。コックプラグは腕に E リングのはまる溝があるものが前、左右については腕を後ろに倒したとき、貝となるように取り付けていきます。これでとても小さな機能部品は完成しました。ご視聴ありがとうございました。